いるのは分かっている。開けろ。開けなければドアを壊させてもらう。5秒数える間に開けろ。出なければドアを壊す。5、4、3、2、1。ほう、素直なのは褒めてやろう。上がらせてもらうぞ。貴様には話がある。さて、貴様はなぜ私がここに来たか分かっているか？心当たりがないだと？貴様、しらばっくれる気か？自分がどれだけのことをしたのかわからないのか？悪いことなどしていないだと？ふざけるのも大概にしろ。30分ほど前、貴様の体から耳かきの反応が検知された。この国では個人の耳かきは禁止されている。知らないわけではあるまい。出せ。何をではない。耳かき棒を出せと言っている。反応があったということは、貴様は耳かき棒を所持しているはずだ。禁止されている耳かきのみならず、耳かき棒まで所持しているとなれば、貴様は重罪だ。終身刑も覚悟しておけ。この国に住んでいる以上、貴様は知っていたはずだ。この国で個人の耳かきは違法。私のような耳かき管理官でなければ、耳かきを行えない。耳かきの資格を持っている管理官に連絡し、耳かきをしてもらうのが常識であろう。まさか貴様、耳かき税を納めていないのか？耳かき税を納めていれば、耳かき管理官から無料で耳かきを受けられる。耳かき税は自由納税ではあるが、納めていなければ、我々耳かき管理官から耳かきを受ける場合には、高額なお金がかかる。国民のほぼ 100% が納めているのだぞ。税金を払うのも、耳かき料を払うのも嫌だということか？税金を納めて、無料で合法的に耳かきを受けるのと、税金を納めず、自身で違法な耳かきをし、二度と牢獄から出られなくなるのは、どちらがいいか、言うまでもないはずだ。貴様の場合は、耳かき棒を所持しているのも原因だがな。ん？貴様、他国から来た人間なのか？仕事の都合で先日越してきたばかりか？うん。身分証か。確かにそのようだな。貴様の国では自由に耳かきできるのか？耳かき棒もその国から持ち込んだと？なぜ検閲で没収されなかったかは疑問だが、持ち込んでしまったものは仕方ない。今回は特例として注意に留めておく。
次からは気をつけろ。何度も言うが、この国で個人の耳かきは禁止だ。来たついでだ。話を聞かず、一方的にいろいろと行ってしまったお詫びに、耳かきをしてやろう。ソファーを借りるぞ。よっしゃ。よし。私の足に頭を乗せてくれ。遠慮はするな。これは詫びだ。それに耳かき管理官の私の仕事でもある。私にされるのは嫌か？無論、強制ではないが、どうする？うん。耳かきしてもいいのだな。ではまず、右耳からやっていくぞ。動かないでくれ。先ほどはすまなかったな。貴様の話を何も聞かずに声を荒げてしまって。しかし他国から来たとはいえ、入国する国の重要な法律くらいは事前に頭に入れておくものだぞ。でなければ今回のようなことになる。この国では耳かきの資格を持った管理官以外が耳かきを行うのは重罪なのだ。貴様は知らないだろうが、今この国では病が流行していてな。耳の神経が異常に敏感になり、耳かきにより発生する快感が常人の数倍から数十倍になってしまう。それゆえ耳かきの快感に溺れ中毒になり、やめられなくなってしまうのだ。少し耳かきに集中するぞ。
よし、あとは梵天で仕上げだ。よし、終わりだ。次は反対の耳だ。頭の向きを変えてくれ。それでいい。では、失礼する。先ほどの話の続きだが、他国の者からすれば耳かき程度で大げさなと思うかもしれない。だが、病によって敏感になった耳の快感は想像をはるかに超えるものだ。だから貴様もこの国に長期滞在するのは避けた方がいい。仕事を早々に終わらせ、できる限り早く帰国すべきだ。知らず知らずのうちに病に侵されていて、耳かきをしてしまった人たちは皆正気を失い、耳から出血してもなお耳かきを延々と続ける。そして最後は再起不能になる。脳が快感に耐えられず壊れてしまい、廃人と化してしまうのだ。私たち耳かき管理官はそれを防ぐために存在している。適切な角度や速度、力などで耳かきを行い、必要以上に快感を与えないようにしている。罪が重いのは絶対に自分で耳かきをさせないためだ。税金は病の研究や私たちの給料に充てられている。耳かきを高額にしているのも納税を促すためだ。不本意だが、運営していくには税金が不可欠なのだ。厄介な病だよ。まったく。本来は必要のない税金だ。耳かきをするのも本来は自由なものだ。管理されるのは苦痛でしかないだろう。ああ、すまんな。耳かきの最中にこんな話をしてしまって。しばらく黙るぞ。
こんなものか。梵天で仕上げるぞ。よし、終わりだ。両耳ともきれいになったぞ。これでしばらくは耳かきしなくても大丈夫だろう。先ほどは早く帰れと言ったが、貴様は一時滞在か。一時滞在の他国の者は納税義務が発生しない。一回の耳かきも高額にはならないから安心しろ。一年以上の長期滞在になる場合は、我々耳かき管理官が耳のメンテナンスも兼ねて定期的に税金を徴収しに来る。原因がわからない病だが、くれぐれも気をつけるんだぞ。本当は他国からの人間は受け入れない方がいいのだが、物資のやり取りでどうしても入国してもらわねばならないことが多いのだ。これ以上長話するのも貴様の仕事の邪魔になるな。私はこれで失礼する。何かわからないことがあればここに連絡するといい。また会おう。貴様の耳かきに幸多からんことを願う。